今日はフェザー級ランカーについて喋っていきたいなと。バンタムにするので作ってる。何もしなきゃプライの骨格なんで、今一番やっぱ注目入ってんのは一発もあるし、攻撃的なスタイルです。めちゃくちゃ隙がないうちの一人で、しかも今18勝0敗なんでタイトルいくのかっていう、バンタムでやってたことをフェザーでもやるんだぞっていう意思を見た気がします。いや無理でしょ。Welcome to リンヤチャンネル。今日は UFC の各階級のランカーについて話すみたいな回があるんですけど、それのフェザー級バージョンですね。今日はフェザー級ランカーで自分が今ちょっと見てる選手とか気になってる選手、今来てる選手みたいなのについてちょっと喋っていきたいなと思います。1人目はやっぱ今一番勢いある、トップリアは除いて今一番やっぱ注目入ってんのはディエゴ・ロペスです。今何位だ ?3 位。UFC300 でユサフを1ラウンド KO してか結構来てるかなっていう。ディエゴ・ロペスは今4連勝かなとかなんですけど、その前回の負けがエフロエフで、これも次話そうと思ってる選手なんですけど、それも1週間前代打出場みたいなもので、でめっちゃ前線して負けたもので、それ除いたら7回ぐらいバーって直近では連勝してんのかな。それ除くとかできないけど、勢いは今一番あるかなっていう。この間の UFC ノーチェ、メラブ対オマリーの試合の時に、ブライアン・オルテガに、僕はちょっときついのかなと思ったけど3ラウンド結構大差つけて勝って、だからトプリアに勝つのが今の勢いのあるディエゴ・ロペスぐらいなんじゃないって言われてるぐらいかもしれないです。今言ったらもちろん打撃も寝技もうまくて、プラス、体柔らかい、瞬発力ある、一発もあるし、攻撃的なスタイルです。めちゃくちゃ。これが一人。トプリア選手、この間の、UFC308 でホロウェイを倒したわけですよね。実際にその次もし戦うことになったとしたら、どっちがどうとかってあります？ロペスとトプリアですか？でもトプリア試合見ちゃったらディエゴ・ロペスもきついんじゃないかなって言えば今思ってますけど、ただなんか長くて多分変則的なんで、ちょっと軌道が見えづらいとかもありそうで、なんかやらかしそうな雰囲気もあるんで、基本的にはトプリア有利なんじゃないかなって思いますけど。リンヤさんから見てロペス選手のどこが強みなんですか？一番スピードじゃないですかね。なんかスピードに元々の柔らかい動きみたいなのはあるんですけど、柔らかいから多分スピードも速くて一発でこう決めきる力みたいなのもあるんで、打撃も寝技もそこが強みじゃないかなって思いますね。2人目は ATT 所属の選手ですね。ランキング5位のエフロエフですね。エフロエフ、ATT で一緒に練習もされてる？練習も最初の方はしましたね。どういった選手かちょっと伺っていいですか？ロシアの選手で、フェザーにしてはすげえでけえとかでもなく、意外とコンパクトな体格なんですけど、もうギッチギチに詰まってて、レスリングとグラウンドコントロールがとにかくズバ抜けてる。プラスもちろんもう5位以上なんで言うまでもなく、打撃も特に蹴りがうまいかなっていう感じですね。パンチはそんな綺麗じゃないけど頭も振るからやっぱそんなに被弾もしないし、ザ・ロシアンスタイルにプラスやっぱり今蹴りがうまい選手がめっちゃ多いんで、ロシア系でもそのうまさもあり、隙がないうちの一人ですよね。ゴリッゴリのレスリングを15分やりきる力みたいなのもあるんで、スタミナもあって、でしかも今18勝0敗なんで相当キャリアも良くて、でロペスにも勝ってるんで、ちゃんとフルコンディション同士で再戦するのか、もしくはどっちかが先にタイトル行くのかっていう感じですね。彼は10月にアルジャメインと試合する予定だったんですけど、アルジャメインの怪我で流れて12月にアルジャメインと試合しますっていうファイターかな。トプリアと1回決まったけど、それもなかなかそんなんありましたっけ？結構最初の方。最初の方ですか？交わらなかったんだ。楽しみ。いいですね。その頃やってたらエフロエフ勝ってんじゃないかな。ありえます。ありえるですよね。3人目がフェザー級で9位ですね。アルジャメイン・スターリング。バンタムのチャンピオンになって、オマリーに負けて、そのままもうフェザー級に行ってると。階級を上げたってことか。
階級を上げて、もともとやっぱバカでかかったんで、やっぱ体格的に。はい、骨格ここがもう肩がなんか虫みたいな感じで、うん、はい、めっちゃでかかったんですよね。フェザー転向して USC300 でカルビン・ケータを5分3ラウンドもう抑え込み切って判定勝ち、USC300 であの試合すんのかいっつっていう話をした選手です。したはい、アルジャメインだ。アルジャメインです。なるほど。はい、とにかく抑え込みとバックコントロールがえぐいっていう、バック取ったらもうそのラウンドはもう確実に取るんじゃねえかぐらいの感じですね。平君みたいな。いや、まあ、全然タイプ違うけど、バックコントロールやばいのと組んだら離れないみたいなのを徹底してやるスタイル。あの戦い方っていうのは通常運転ですか、アルジャメイン。もうはいはい、そうですね。その先にフィニッシュがあるかどうかっていう感じですけど、やっぱトップどころディフェンスもちゃんとするんで、はい、フィニッシュ難しくなってくるし、まあ、勝つとしたらああいう試合が続くんじゃないかなっていう、はい、ファイターですかね。階級をフェザーに上げたっていうところによって、戦い方が変わる可能性っていうのはないんですか？まあ一緒ですね。はい、はい。バンタムでやってたことをフェザーでもやるんだぞっていう意思を見た気がします、前の試合で。はい、まあでも打撃が、まあ、スイッチしたりしますけど、ちょっとめっちゃ正面向いてわーって前に行くんで、前一回それにミドル合わされて KO 負けもしてるし、まあ、そこがちょっとオマリの時もそこで KO されてるしっていう、そこがだからちょっとね、トップリアってやるとちょっとあんまり見えないかなっていう気はしますね。トプリア選手も強いですもんね、このまあ組は強いですね。上半身グレコ出身なんで。なるほど。はい。でも多分グレコやったらマストの方が強いですけどね。出たマスト。マスト選手ですね。はい、フェザー級だから。マスト選手。はい。強いですね。はい。日本人いないっすね、この階級。日本人がなかなか入っても勝てそうな絵が浮かばないというか。ここはそうですね。12位ギガチ風、15位バルボーザ。何が決定的に違うのかとかあれば、日本人ファイターと UFC ファイター、はい、トップどころの覚悟っす。体格がやっぱりだんだん不利になっていくわけですよね、日本人って階級が上がれば上がる、そうですね。フェザー66、通常体重が多分80キロぐらいのやつらになってくると思うんですけど、はい、75から80ぐらい。でもまあ日本人いるはいるじゃないですか、それぐらいって。どうなんですかね。やっぱまあ戦いなんで、ちゃんとした技術持ってちゃんとした戦略持って戦えば別に誰でもやり合えるようにはなると思うんで、ただ今きっかけがないっていうだけなんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。はい、行くきっかけがあまりにも少ないだけなんじゃないかなって感じますけどね。ただ見てて化け物なんで、そのイメージをやっぱ持ち込んだらやられちゃうよなと思いますけどね。要するに化け物だっていうこの思い込みつか、はいはい、ある限りやられちゃう。はいはい。やっぱ難しいんじゃないかなって。リアさんのフェザー級挑戦。いや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 、もうね。でもそのやることができるわけ。その体型を持っていくことは可能なんですか？不可能ではないと思いますけど、いやどうなんだろう、フェザーでやって。いや無理でしょう。やっぱスピード落ちたりとかっていうのがあるんですか？そこは自分次第です。落とすのも落とさないも。いけるんじゃないですか？まあそうですね。パワーも上がるですよね。いやそれがそんな変わらないと思うんで、自分の場合は。バンタムにするのでそれを作ってるぐらいなんで、だから何もしなきゃプライの骨格なんで。なるほど。だからそっち行くっていうのはなんかね、僕あんま考えたことないですね。フライも考えたことないですけど。そこ質問したいんですけど、はい、通常無理しなければフライなわけじゃないですか。それをバンタムにしている理由は何なんですか？とにかく一番自分が多分パフォーマンス出せるのもバンタムだし、格闘技について理想の形っていうのを表現するにも多分バンタムが一番いいのかなって思ってるだけですかね。フライにするとやっぱ体重のことでそこに費やす力っていうのも多分薄れるだろうなっていう気はするし、やっぱやるにはすごい魅力的な選手が、はい、いっぱいいるし、ここ駆け上がれきったらなんかすっ
げえ自分の成長というか、うんちょっと想像つかないような景色が、はい見れるだろうし、はい自分に対する、自信とかもつくだろうし、キャリアの後やりたいなってなんとなく思ってることをより思いっきりやれるようになるんじゃないかなっていう。以上がUFC のフェザー級のランカーについて語る回でした。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。フライ級よりもやっぱりバンタム級でトップになった時にすごいことですよね。それってそうですね。私たちはもうすごく楽しみにしておりますと。楽しみですね。この景色を見させてもらえるんですよね、リアマン。そうですよ。嬉しい、嬉しい、リン、ありがとう。